こんにちは。イオンチャンネルドラッグディスカバリーラボです。今回はプラダービリ症候群に伴う過食に対して承認された KATP チャネル開口薬バイキャット XR について紹介します。バイキャット XR は他の疾患に対して承認済みのジアゾキシドを除法化した薬になります。この動画ではプラダービリ症候群の疾患背景、視床下部の食欲回路、KATP チャネルの生理機能、そしてジアゾキシドの発見からバイキャット XR の承認までを順番に見ていきます。プラダービリ症候群の過食に対するバイキャット XR の正確な作用基準は現在も完全には解明されていませんので、現在提唱されている説を中心に説明していきます。こちらに本日の流れを示していますが、先ほどの内容と重複するのでスキップします。まずはプラダービリ症候群について説明していきたいと思います。プラダービリ症候群はゲノムインプリンティングによって親由来特異的に発現が制御される染色体15番の特定の領域で、父親由来の遺伝子群の発現が失われることで生じる遺伝学的な神経発達症候群です。遺伝子の発現異常の原因としては、不正の遺伝子の欠失が約 60%、15番染色体を2本とも母親から受け継ぐ母性片親性ダイソミーが約 35%、インプリンティング異常などが 5% 程度を占めるとされています。有病率はおよそ1万人から2万人に1人とされ、男女差はほとんどありません。多くは家族歴のない後発例です。プラダービリ症候群の特徴ですが、プラダービリ症候群では乳児期の筋緊張低下や哺乳不良に加えて、発達、内分泌、行動面など様々な問題が現れます。中でも成長に伴って顕在化する重要な症状が、満腹感が得られにくくなることによる過食です。過食は単に食べる量が多いということだけではありません。この過食は食べ物について繰り返し考える、隠された食べ物を探す、食事を制限されることを強く抵抗するといった行動を伴います。一方で、食べ物へのアクセスが厳格に管理されなければ、高度の肥満や呼吸器、心血管、消化管の合併症につながり、生命予後にも影響します。また、本人だけでなく、食環境を常に管理する家族や介護者の QOL にも大きな負担を与えます。このように、プラダービリ症候群における過食は、生涯にわたって管理が必要となる疾患の中心的な課題になっています。これまでプラダービリ症候群の過食管理の中心となってきたのは、薬物治療ではなく生活環境への介入です。具体的には行動療法、摂取カロリーの管理、決められた時間以外には食べ物へアクセスできない環境づくり、そして家族や介護者による継続的な支援です。成長ホルモン治療など、プラダービリ症候群の身体組成や内分泌異常を改善する治療はありましたが、過食そのものを直接の適用とする承認薬は長く存在しませんでした。食環境の管理は有効ですが、家庭だけでなく学校や施設など生活するすべての場所で継続する必要があります。また、隠れて食べる、食べ物を探しに行くといった行動を完全に防ぐことは容易ではありません。その結果、肥満、2型糖尿病、脂肪肝、睡眠時無呼吸などの利息が高まり、
本人と家族の QOL も低下します。したがって環境によって食べ物を遮断するだけではなく、空腹感や食べ物へのこだわり、つまり食行動そのものに介入できる新しい治療選択肢が求められていました。このスライドでは末梢からの情報が視床下部を介して食行動へ変換されるまでの全体像を示しています。矢印は活性化、T 字バーは抑制を示しています。まず空腹時に胃から分泌されるグレリンです。グレリンは AGRP、NPY、GABA 系ニューロンを活性化し、食欲を促進する方向へ働きます。次に脂肪組織から分泌されるレプチンです。レプチンは体内にエネルギーが蓄えられていることを示すシグナルで、AGRP、NPY、GABA 系ニューロンを抑制します。また同時に POMC、カート系ニューロンを活性化し、満腹側へバランスを動かします。膵臓から分泌されるインスリンも同様に AGRP、NPY、GABA 系ニューロンを抑制し、POMC、カート系を活性化する方向に働きます。また食事に伴って分泌されるコレシストキニン、ペプチド YY、GLP-1 などの腸管ペプチドも迷走神経や脳幹を含む経路を介して食欲促進系を抑え、 PMC カート系を高め、満腹感の形成に寄与すると考えられています。さらに食欲はホルモンだけで制御されているわけではありません。空腹時に食べ物を見たり匂いを感じたりすると AGRP ニューロンの活動は実際に栄養が吸収される前から急速に低下する一方、 PMC 系ニューロンは食べ物が提示されると活性化する方向へ変化します。これはこれから入ってくる栄養を予測する予測的な食欲制御と考えられています。これらの情報は視床下部の球状核で統合されます。空腹時には AGRP、NPY、GABA 系が優位となり、満腹時には POMC、カート系が優位になります。ただし単純なオンとオフというわけではなく、この2つの系統が連続的にバランスを変えることで食欲が調整されています。このバランスは PVH などの下流回路へ伝えられ、 AGRP、NPY、GABA 系が優位になると空腹ドライブが高まり、食事の開始、食べ物探索、摂食の持続が促進されます。反対に POMC、カート系が優位になると満腹出力が高まり、食事の終了、摂取量が抑えられます。最終的にこの両者のバランスによって満腹感、体重、エネルギーの向上性が保たれています。ここでは先ほどの回路を分子と受容体のレベルまで掘り下げます。こちらの緑色のニューロンは PVH に存在する摂食抑制出力ニューロンの代表例です。このニューロンの活動が高まると満腹出力が強くなり、摂食が抑制されます。まず POMC カート系ニューロンについて説明します。 POMC は細胞内でプロセッシングされ αMSH が産生されます。
αMSH は PVH の接触抑制出力ニューロン上の MC4R に結合することでニューロンの活性化を促進し満腹出力を増大させます。次に AGRP、NPY、GABA 系ニューロンについて説明していきます。まず AGRP は MC4R に作用し難因性アンタゴニストとして αMSH による受容体活性化を妨げます。さらにインバースアゴニストとして作用することも知られています。NPY と GABA はそれぞれ Y1 受容体と GABA-A 受容体を活性化し接触抑制ニューロンの興奮性を低下させることで満腹出力を抑え接触を促進します。それではこの回路がプラダービリ症候群ではどのように変化しているのでしょうか。ここで示しているのは現在提唱されている代表的な仮説です。プラダービリ症候群では AGRP、NPY、GABA 系の活動やこれらの分子の酸性放出が相対的に優位となる可能性が示されています。AGRP による MC4R シグナルの抑制が強くなると αMSH が存在していても満腹シグナルを十分に伝えにくくなります。さらに NPY と GABA による PVH ニューロンの抑制が加われることで食事をしても満腹出力が十分に高まらず食欲ドライブが残り続けると考えられます。ただしプラダービリ症候群の過食をこの単純な経路だけで説明することはできません。プラダービリ症候群関連遺伝子の形質がどの細胞でどの発達段階からどのように回路を変化させるかについてはまだ多くの点が不明なままです。この図はプラダービリ症候群の過食を理解するための代表的な仮説として見ていただけると助かります。ここから今回の創薬標的である KATP チャネルについて説明したいと思います。チャネルはカルイムイオンが透過するポアを形成する KIR6 とそれを調節する SUR が4つずつ集まった合計8個のサブユニットで構成されています。 KIR6 には KIR6.1 と KIR6.2 SUR には SUR1 と SUR2 のスプライシングバリアントである SUR2A、SUR2B があります。これらの組み合わせは組織によって異なります。例えば、水ベータ細胞や視床下部では KIR6.2 と SUR1、心筋や骨格筋では KIR6.2 と SUR2A、血管平滑筋では KIR6.1 と SUR2B が代表的な組み合わせです。次にヌクレオチドによる制御を見ていきます。ATP が KIR6 側へ結合するとチャネルは閉じる方向へ制御されます。一方、マグネシウムと結合した ADP や ATP が SUR 側の NBD ドメインに作用するとチャネルの開口が促進されます。さらに PIP2 は KIR6 側に作用しチャネルの開口状態を安定化します。したがって ATP と ADP のバランスを介して細胞のエネルギー状態がチャネルの開閉へ変換されるということになります。
薬理学的にはスルホニルウレアなどが KATP チャネルを阻害し、ジアゾキシドやニコランジルなどが拮抗薬として作用します。これらの薬剤の多くは SUR を介して作用することが知られています。組織によってサブユニット構成が異なることから、サブタイプ選択性は KATP 創薬における重要なポイントになっていくと考えられます。では、KATP チャンネルが開くと AGRP ニューロンの興奮性はどのように変化するのでしょうか。まず左側が KATP チャンネルが閉じている状態の模式図です。チャンネルが閉じると細胞内のカリウムイオンが外へ流出しにくくなります。すると膜電位は脱分極しやすくなり、発火の域地へ近づきます。その結果 AGRP ニューロンが繰り返し発火しやすくなり、 NPY、AGRP、GABA などの食欲促進シグナルが放出されます。これが食欲を促進する方向への作用と考えられています。次に右側の KATP チャンネルが開いている状態の模式図を見ていきます。チャンネルが開くとカリウムイオンが濃度勾配に従って細胞外へ流出します。静電下のカリウムイオンが細胞外へ排出されるため、細胞内はよりマイナスになります。これが膜電位の過分極です。過分極すると膜電位が発火の域地から遠ざかるため、同じ興奮性入力が入っても活動電位を起こしにくくなります。その結果 AGRP ニューロンの発火頻度が低下し、 NPY、AGRP、GABA の放出も減少すると考えられます。つまり KATP チャンネルの開口によって食欲促進ニューロンに電気的なブレーキをかけるという考え方になります。これがバイキャット XR によるプラダービリー症候群の過食の改善を説明する中心的な作用仮説です。ただし何度も繰り返しになりますが、バイキャット XR のプラダービリー症候群に対する作用に関しては未解明な点が多く、 FDA の添付文書においても正確な作用基準は不明とされています。ここでバイキャット XR の基礎となったジアゾキシドの発見について触れたいと思います。ジアゾキシドの創薬ストーリーは過食治療薬として始まったものではありません。1960年代、ジアゾキシドはベンゾチアジアジン系の血管拡張薬として導入されました。血管平滑筋の KATP チャンネル、主に KIR6.1 と SUR2B の組み合わせを開くことでカルイムイオンの流出と過分極を引き起こし、血管平滑筋が弛緩し血圧が低下します。ところが臨床で使用する中で高血糖という副作用が観察されました。詳細に調べていくと、ジアゾキシドは水ベータ細胞の KATP チャンネル、主に KIR6.2 と SUR1 も開口することが分かり、水ベータ細胞が過分極すると電依存性カルシウムチャンネルが開きにくくなり、カルシウム流入とインスリン分泌が抑制されることが分かりました。この作用は当初副作用として発見されましたが、その後インスリンが過剰に分泌される
抗インスリン性低血糖に対してインスリン分泌を抑える治療薬として応用されました。このようにジアゾキシドは降圧薬としての発見から水 β 細胞、中枢神経を含む複数組織の KATP チャネルを開口する薬として理解が広まっていきました。それではなぜジアゾキシドではブラダービリー症候群に対して不十分だったのかという点についても触れたいと思います。ジアゾキシドは血液脳関門を追加することが知られており、そのままでも視床下部の AGRP、NPY ギャバ系ニューロンに作用する可能性は十分にあります。一方、従来のジアゾキシド製剤では投与後に血中濃度が比較的早く上昇するため、1日を通した血中濃度の変動が大きくなりやすいという課題がありました。これに対してプラダービリー症候群の過食は短時間だけ症状を抑えれば良いという疾患ではありません。1日を通して食欲を安定して管理し、それを長時間継続する必要があります。そのため必要とされたのが、単にジアゾキシドが効くかどうかというだけではなく、1日1回で服用しやすく、急激な血中濃度の上昇を抑え、安定した暴露を維持できる製剤にすることでした。この考え方から開発されたのが、ジアゾキシドコリンコントロールドリリース、略して DCCR であり、現在のバイキャット XR です。バイキャット XR はジアゾキシドのコリン塩であるジアゾキシドコリンを除法化した製剤です。左側のグラフは速報性製剤と除法性製剤の血中濃度推移を模式的に比較しています。速報性製剤では投与後に血中濃度が急激に上昇し、その後急速に低下します。これに対してバイキャット XR では薬物を消化管内で徐々に放出することで急なピークを抑え、1日を通した暴露を安定させます。中央に除法機構の模式図を示しています。錠剤が消化管へ到達すると、錠剤内部へ水が浸透します。水を取り込んだ除法性マトリックスが包潤し、錠剤表層にゲル層を形成します。ジアゾキシドコリンはこのゲル層を通って少しずつ消化管内へ放出されます。放出されたジアゾキシドコリンは吸収される前にジアゾキシドへ加水分解され、活性体として吸収されます。これにより1日1回投与による持続的な作用を目指すことができます。ここで重要なのは、除法化によって視床下部選択性が生まれたわけではないという点です。バイキャット XR の創薬上の工夫は、組織選択性ではなく、ジアゾキシドの暴露を緩やかに整え、プラダービリ症候群の長期管理に適した薬物動態を作ったことにあると言えます。それでは最後に、バイキャット XR が承認されるまでの開発の経緯を見ていきます。2000年代前半から2016年にかけて、エッセンシャリストがジアゾキシドコリンの除法化を進めてきました。はじめは脂質異常症に対しての開発が進んでいましたが、その後、プラダービリ症候群の過食に対して開発が進められました。2017年、キャプニアと
エッセンシャリスの統合によってソラノセラピューティクスが発足し、ソレノが DCCR のプラダービリ症候群に対する開発を主導することになります。2014年から2015年にかけて小規模施設でのフェーズ2試験が実施されていましたが、この試験において過食、体組成、行動症状などに改善シグナルが見られており、その結果が2019年に報告されています。そういったポジティブな結果をもとに後期開発へと進み、2020年に13週間のフェーズ3試験が実施されました。しかし、この試験では全集団における過食の主要評価項目でプラセボに対する統計学的優位さを示すことができませんでした。COVID-19 による生活環境の変化や目標容量での治療期間が短かったことが影響した可能性も議論されましたが、この段階では主要評価項目が未達でした。しかしながら、それでも開発は終了せず、長期継続投与試験によって治療を続けた場合の過食の変化が追跡されました。この長期投与で過食スコアの改善が持続する傾向が認められたため、さらにランダム化中止試験が実施されました。この試験では、それまで平均約3年間 DCCR を投与されていた患者を治療継続群とプラセボへ切り替える群に分けました。その結果、16週間後、治療を中止してプラセボへ切り替えた群では、過食を評価する HQCT のスコアが悪化することが分かりました。つまり、治療を中止すると過食が再び悪化することが対象試験によって示されました。これらの長期投与データとランダム化中止試験の結果が承認根拠を補強し、ブレイクスルーセラピー指定とプライオリティレビューを経て2025年3月に FDA 承認へ至りました。最初のフェーズ3試験では主要評価項目を達成できませんでしたが、長期投与で認められた改善シグナルを踏まえ、薬効の維持と中止後の悪化を捉えるランダム化中止試験で有効性を再検証し、承認に至った興味深い事例と思います。なお、承認後の2026年5月にソレーノセラピュティクスはニューロクラインバイオサイエンシズの子会社となっています。ここまで動画をご視聴いただきありがとうございました。本日の動画はこれで終わりです。今後も新たな薬が開発された背景やその薬の特徴に着目して、創薬に携わっている方や学んでいる方の参考になる情報を発信していきたいと思っています。参考にした文献や特許情報は本動画のコメント欄に引用を記載しています。次の動画も楽しみにしてもらえると嬉しいです。それではまたお会いしましょう。